ならなくてもいい、欲しい。日本の著名オーディオ評論家のこの言葉が全てを表している。1972年、デンマーク、バング&オルフセンベオグラム4000レコードプレイヤー。今までにない発想と当時の最新技術満載で設計された美しい試作品、プロトタイプ。その完成後にほぼ変更なしで販売された異例の作品。世界中のデザイン賞を多数獲得。その中でも世界に知られた権威あるアメリカのニューヨーク近代美術館、通称MoMAの永久収蔵品パーマネントコレクションに選ばれる。これにより B&O ブランドの技術力、発想力、デザイン力を世界に認識させることとなり、これがきっかけとなり世界マーケットへの本格的進出となった。ベオグラム4000デザインストーリー。これは1972年の試作機完成時にヨーロッパでプレゼンテーション用に配られた貴重な資料。今までにない発想の説明が44ページにわたり記されている。このプレイヤー最大の特徴は B&O 初となる平行移動アームの採用。それはレコードカッティングマシンと同じようにアームが水平移動する最も理論的で理想的な方法。実現には高度な技術と精度が要求される。リニアトラッキング方式は60年代にマランツやテクニクスが挑戦し発売していたが、使いこなしは家庭用として難しいものだった。ベオグラム4000は電子制御でスムーズに動作する世界初のリニアトラッキングレコードプレイヤーとなった。アームの平行移動には光源と2つのフォトセルを使った光学式。これはアーム直下にフォトセンサーを置き、レコードの回転によりアームが内側に引っ張られ、光が遮られ影となる。それをセンサーが感知し、モーターを少しずつ回転させ移動させる方式。精度が要求される当時の最先端技術。レコードの有無を感知する2本目の専用アーム。これも光源とフォトセンサーを使ったシステム。プラッターにある放射状の黒とアルミの白による光の反射パルスをセンサーが感知し、レコードの有無を判別する方式。2本目の専用アームがこれを担う。アームが2本ある独特のデザイン。この製品にかける情熱が伝わる貴重なプレゼンテーション資料である。このプレイヤーはプロトタイプがそのまま発売される異例のケースでした。1964年にトランジスタ化し、小型となったラジオレシーバーがヨーロッパで大成功を収め、その後デザイナーにヤコブ・イェンセンを迎えます。意表をつく計算尺スタイルのハイファイアンプも成功。そして次の段階として70年代に相ふさわしいレコードプレイヤーの開発に着手。開発プロジェクトで理想的な平行移動方式の案が出ますが、その方式ゆえの短いアームをヤコブ・イェンセンは猛反対。彼は細くスマートなアームを考えていましたが、平行移動方式で開発が進んでいきます。ヤコブ・イェンセンはガイド用アームを加えた2本アームを提言。そして今までにない完成度の美しい試作機が完成します。しかし内部構造が今までにない複雑なものとなり、大変高価な販売予定価格となりました。この素晴らしい作品をヨーロッパ各地でプレゼンテーションを行いましたが、価格がネックとなり生産開始できる台数が売れそうな気配はありません。そんな中プレゼンテーションを続けていくと、アメリカ・ニューヨーク近代美術館の目に留まり、その完成度が傑作と評価されます。最高の名誉である永久収蔵品となり、デザイナーとともに B&O ブランドの名声が世界中に広がり、本格的な世界進出へのきっかけとなったのです。そして急遽レコードプレイヤーの生産が始まったのです。東京神田、ここに当時日本で最初の正規代理店ゼネラル通商がありました。正規代理店となった経緯は、1970年頃、仕事でデンマークに滞在していた会社の常務がコペンハーゲン市内の店で目に留まった
B&O の真空管アンプのカタログが欲しいと聞いたことから始まりました。店主にこれは売り物ではないと言われます。このデザインに興味があるというと本社の人物を紹介されます。日本への出荷はどうかと聞いてみると、日本へは冗談じゃない、ここで買って売ればいいと答えが返ってきました。後日工場へ案内されます。当時 B&O はカタログも含め全て自前でやっていました。そして日本でどう売るか2日間話しても折り合わなかったそうです。 B&O は音質自体の追求ではなく、家のデザインからの音の要求でデザイナー、インテリア関連マーケットに対応した開発体制でした。その音決めは空間音響学、壁の反射音などで考えの次元が違っていてびっくりしたそうです。その後交渉を受け、日本のマーケティングを知りたいとなり、正規代理店契約が決定しました。1974年にビオグラム4000が初入荷、直後にオーディオマニアに絶大な影響力のあるステレオ雑誌で表紙を飾り、著名評論家の高評価とそのキュートでクールな印象がオーディオマニアの心を捉えました。価格は24万円と非常に高価で、しかもカートリッジが B&O の SP15 専用なのでオーディオマニアは二の足を踏んでいましたが、予想に反し販売台数は多かったようで B&O 本社もびっくりしたそうです。これは当時の修理に使っていたサービスマニュアルの現物です。訂正などの添え書きがあり、修理の苦闘ぶりがうかがえます。このベオグラム4000は輸入初期に演奏途中でリフトアップし戻ってしまう症状が多く出たそうです。それにすぐに対処し対応策を探ります。通称ゼネ2と言われていたゼネラル通商は放送用やスタジオ機器を扱っており、ゼンハイザー、ニーブ、ステラボックスなど多岐にわたるプロフェッショナル機器が中心で、メンテナンスもトップクラスのエンジニアメンバーが担当していました。マニュアル右側の赤いシールは初期に出た問題症状に対する B&O から送られてきた追加指示シール。B&O の対応は早かったそうです。また輸送時に問題があり、操作パネルが大きな振動で外れてしまうトラブルが各国で確認されています。ベオグラム4000は輸送トラブルに適応していない大きな振動に耐えられないものだったようです。また別業者のベルテックにも頼まれてベオグラム4000をゼネラル通商は卸していました。ここではなんと日本語サービスマニュアルを作っていました。これもベオグラム4000に対する情熱がうかがえるエピソードです。最後にベオグラム4000を簡単に説明します。まず周りの木枠にはローズウッドとチークの2種類があり、ローズウッドの方が価格が少し高かったようです。このことは本物のツキ板が使われていたということです。そしてダストカバーは後継機と違う淡い茶色でとても綺麗な色です。操作パネルは右側にプレイのオンとオフ、左にはスピード切り替えがあります。33を押し続けると回転だけするのでレコードのクリーニングに使用できます。中央パネルはプレイ後のアームの左右移動、アームリフトの上下操作です。左右移動のパネルは押す強さで速度が変わります。これにより針を落とす位置の微調整が可能となっています。そしてアームの位置を表すスケール表示、その左にはストロボ。ベオグラム4000は珍しいプロトタイプが製品化されたもので、当時の熱意が伝わる操作パネルが特徴です。B&O が本格的海外進出をするきっかけとなった作品で貴重なものです。